はい、UJ でございます。いかがですか。今このキーラボ、この61系のやつを使ってますけど、私ね、これとね、実はこいつ、この今画面出てたの分かりましたかね。この、これはね、ビットウィグというビットウィグスタジオで、という DW ですけど、これがね、もう素晴らしい。もうほんとよくできてんだけど、このキーラボとのマッチングがすごいんだよね。でさらに、私が弾いて分かったこのミニ V と、そしてこのアナログラボ、これとね、このビットウィグスタジオとこのキーラボ本体が合体してですね、キーラボプロデューサーパックとしてね、超お得なパッケージになってるわけ。この辺をですね、じっくり説明してみたいと思いますね。さて、このね、ビットウィグスタジオとこのキーラボ、このね、マッチング、もう素晴らしいんだけど、これどういうことになってるかというとね、そもそもビットウィグスタジオっていうのは、今の最先端のね、この DAW って感じがしますけど、ここのね、これオプションズっていうところのプリファレンスっていうところなんだけど、ここでこの画面が出てね、プリファレンス、ジェネラルとオーディオとかね、オーディオ今こうね、ユニバーサルオーディオのアポロ使ってますけど、でコントローラーっていうところ見るとね、ここにね、もうこのディテクトアベイラブルコントローラーズってやると、もう自動的に認識しますから、このキーラボ61が。これの状態でもう完全に OK です。OK です。そうするとね、何が起こるかというとね、ここ見て。このつながった状態でも画面の液晶にですね、こう映るわけ。アーチュリア&ビットウィグレッツグルーブってもうね、こうつなぐだけで完全なるマッチングができてしまう。私何もやってないんだ。つないで認識させただけなの。これはすごいですね。この状態でもう全部動きますから、完全に。例えばスタートストップ、スタートするとスタートするじゃない、ストップするのね。で録音状態すると録音になるわね。これね、バッチリですね。というように、いろんなことができるんですけど、じゃあこのビットウィグスタジオっていうのは何なのかっていうところ、ここをね、いきたいと思いますけど、DAW というとね、いろんなメーカーの DAW ありますね。スタインバーグだとか、プロツールズだとかね、いろいろあります。キューベースとかね、いろいろありますけど、ロジックとか。このビットウィグスタジオっていうのはその中でももう最先端の、一番新しい、で DAW と言えるんじゃないかなと思うけど、これ今見てもらってるこのところなんですけど、ここっていうのは普通に、トラックがあってみたいな感じで分かりますよね。ごく一般的な、DAW かなと思いますけど、ここにですね、例えば普通に分かりやすくね言ってみましょうか。ここにトラックを足します。例えばインストゥルメントトラック、オーディオトラックとかエフェクトとかありますね。インストゥルメントトラックって足してみましょうか。こうやってで、ここにインストトラックができた。そこでここのね、ブラウザーっていうところがあるんだけど、ここがまたね素晴らしいんですけど、このプロデューサーパックにはですね、キーラボプロデューサーパック、さっきも紹介したようにミニ V とアナログラボついてるんだけど、例えばミニ V 選んでみましょうか。これミニ V ね。でこの状態でもうミニ V が認識されます。こうやってドンとミニ V が出てきますね。そうすると完璧にミニ V がこう動いてるのが分かりますね。でね、ここでね、この例えばパラメーターページのところで、例えばこうやって動かすとね、こう例えばカットオフとか出てるじゃん。当然のごとくカメラさん、この画面の方を見ていただくと、私こう動かしてるカットオフが動いてますね。もう完全にフィルターコントロールができているというのが分かりますね。こうやってね、もう完璧だわこれ。もうすごい。例えばオシレーターのページに行くと、オシレーターの D チューンとかね、完全にできてますね。
これでできちゃってるわけですよ。ね、完全なるコントロールができるっていうのは分かりますよね。で例えばこれにね、じゃあもうちょっとなんか、これにコーラスをかけたいだとか、フランザーかけたいだとかいろいろエフェクターかけたくなるじゃない。このねビットウィークが俺もう感心したのがですね、もう今これミニ V64 で出てるじゃない、ここでエフェクターはカメラさん見えてますか？ここにありますよね、エフェクターで、ここでオーディオエフェクトっていうのがここにあるから、いっぱいもうエフェクトがありますね。こうやってね、ありますね、ありますね。じゃあここで何かかけようかなということで、例えばじゃあコーラスをかけましょう。これをボンとここに持ってくる。そうするともうこれでもうコーラスがかかってんだよ、この状態で。わかります？これもう完璧だよね、これね。これ例えばこれで今これ、ここ上で今ここからねコーラスのとこ行ったんだけど、コーラスに行ったところでコーラスのパラメーターもこうやってこのキーラボのつまみでもう自由自在できますよね。すごいわ。さらにここから先にもう例えばここから、じゃあディレイもかましちゃいましょうとか、ディレイボン、もう直列にこうやってディレイがかかって、ディレイの方ねパラメーターもガンガン動かす。これはたまりませんね。こうやってどんどん今までだったらばインサーションエフェクトを差し込んでどうの方って結構面倒くさかったと思うんだけど、ものすごい直感的だよね、これね。でですね、これだけじゃない、普通にこうやってやって、普通に録音すれば録音されるっていうのは分かるでしょ、当然のごとくね。でポイントとしてはですね、ここにものすごいコンテンツが入ってます。1000以上のプリセットとか3ギガ以上のファクトリーのコンテンツ、ドラム歌とか、いろんなインストゥルメントとか山ほど入ってるんだけど、ちょっと見てみましょう。このねブラウザの派遣のとこ見てる。そうするともうすごい量のですねもうコンテンツが入っておりますわ。これすごいよこれね。例えばこれここで視聴してみますね。おー、いいねいいね。おー、なるほど。すんごい。もうかっこいい。お、いいねこれループ。当然これループを気に入ったらこうやってドラッグアンドドロップすればここにもう完全にいきますね、こうやって。ああ、なるほど。これね、もちろんテンポをこちらで変えられますからね。テンポちょっと速くしますね。これくらいかな。これくらいテンポでやるでしょ。125ぐらい。まずこうやってどんどん録音していく。例えばこれにミジ V で例えばこれで録音、このねミニ V のトラックを選んでこの録音ボタンを押してやってスタートすれば3、4もう完全にできますね。完璧ですね。当然この入れたものをダブルクリックすると下の部分にこうやってこれ入れたフレーズがもう完全に入りますね。わかりますね。もうこれでもう、こうやってもいいし、オーディオもこうやってね、よくできてますね。こうやってもうちゃんとほらちゃんと区切られてるじゃんかところがね。じゃあここだけリバースしてみようかなとポンってやってるとほらリバースになるわけよ、こうやって。そうするとここのところフレージングがこれだけちょっと、ソロにしてってみようか。そうだね、うわってなったでしょ。
こうやってオーディオの編集もね楽ちんにできちゃうんだよね。ということもできるんですが、こういう使い方は普通になんか DAW じゃない、ね、ところがですね、これの素晴らしいところはこれなんですよ。このね、この画面、これね、クリップランチャーと言いましてですね、ここのところに、クリップとしてですね持ってくることができるのよ。これがね本当よくできてる。なんていうの、音楽のスケッチ的に、素晴らしいと思うんだよね。例えばここにあるやつをこっち側にじゃあ持ってきちゃいましょうか。こうやって例えばこいつもこうやって持ってきちゃう。今こちらでこう再生すると、今こいつが再生してるんですね。でこうやってねできますよね。ということはここにあるいろんなもの、ループがいろいろあるじゃないですか。こうやって例えばこれも面白いなと、こうクリップランチャーでこうやっていくと、上へあると両方がね、これは面白いよ最高に。とか、例えばじゃあ違ったなんかこういうやつとかなんか普段私が使わないようなやつですけど例えばとかね。例えばじゃあ違うやつをこれ混在できるんだよね。しかもねいろんなものがねこうやって例えばこうやって例えばこんな感じで例えばこうやってやったとするじゃない。そうするとここではこれ自慢でねもうめちゃくちゃかっこいいですね。じゃあここでインストゥルメントトラックをもう一回選んで、アナログラボがついてくるんでアナログラボを選んでみましょうか。アナログラボでアナログラボも知っての通りですね、こうアートリアの全てのシンセサイザーのエンジンを持ってきてこうね簡易的に、しかも検索でできちゃうってやつね、選べるってやつですけど、これもよくできてんだよね本当ね。じゃあね、この中から、じゃあ CS80 の例えばパッドって選んでみましょうか。そうするとここに CS80 のパッド、いろんなパッドが出てきます。あ、これかっこいいね。この音でいきましょうか。で当然ここで録音ができるわけよ。当然のことく。これが使ってます。こうやって録音されました。これ中身見てみるとこうやってほら録音されてますね。こうやってね。時間軸っていうか小節数が違ってもそういうふうにちゃんとループしてくれるっていうのはね、非常に賢いと思いますね。というように作ったものを例えばねこちらにさっき入れたやつがあるじゃない。例えばこの組み合わせごと例えば、じゃあこのシーンを丸ごと、例えばですね1小節目にこんな感じでこう持ってきちゃうとかね。
じゃあ今度はシーンの2を丸ごと、もっとこの、フレージングの後ろの方に持ってっちゃうとかね。じゃあこれをくっつけたりとかね。こういうふうにここでスケッチ的にこうどんどん積み重ねていって、それを普通のこのなんかタイムライン的なね、タイムライン、シーケンサーみたいな、普通のごく一般的なシーケンサーのところに持っていってこう曲を完成していくとかね、いろんなこのやり方があるんじゃないかなと思いますね。とても面白いと思います。あとはね、このキーラボとのマッチングのところでもこのマルチモードにしてやると、この1から、10までのところでね、画面を切り替えられるんでね、こうやってこういう画面にしたりとかね。例えばこれなんかをこうね、ライブパフォーマンスでこうトリッキーに使うようなものだとか、もちろん見て分かる通りこれスライダーあるからね、これボリューム全部できますからね、これ完全にウニウニできますからね、ボリュームバランスをこうやって取ってやってみたいな、ところができる。これはもう最高にいいよね、これね。もう本当にね、よくできてます。この画面上でもしっかりとこう、完全にこうねできてしまうっていうのはね、よくできてる。さすがビットイグ。ちょいとねこのフレーズを鳴らしてみたいと思うんですけど、鳴ってますよね、こうやってね。でね、これでね、ここにちょっとピッチをこうやって動かしてみます。こうやって今トップの音だけ動かしてみました。こうやって、そうするとどうなるかというとですね、わかります？これもうちょっとその音までいけるかな。もう一回やってみますよ。これいいですか？一つの一番トップの音だけ動いてるの分かりました？例えばじゃあ下の音を動かしてみましょうか。こんな感じにしてみましょうか。いってみます。これ動いてるの分かります？すなわち2のこの和音の中の音だけが動くという。これね、何気にすごいんですよ、これ。こうやって戻るみたいな感じにしてみましょうか。これやったよ。こういう感じでこう。ね。もう一回やってみると、こうすると。これね、何気にすごいことだ。普通はピッチはこうやって全体が動くのよ、こうやってピッチベンドって。それが今4和音のうちの一番トップの音とボトムの音だけがこうやって動いてるの。これはね驚異的です。びっくりしました、私。これはかなりトリッキーなことができますよ、こいつ。すごいと思います。そうすると音楽的にもこうね、すごいことです。これはなんか往年の CS80 のポリフォニックポルタメントみたいなイメージになりますね。すごいです。ということでね、このキーラボとビットウィグスタジオの抜群のコンビネーション、もうすごいですね。キーラボプロデューサーパック、もう超お得な、もう合体してですね、ものすごいリーズナブルな価格になってますから、ぜひその辺も要チェックということで、もう最先端の音楽、制作環境と最高のマスターキーボード、しかもマッチングもう完璧みたいな、ところで皆さんも新たな音楽制作をこのキーラボプロデューサーパックでやっちゃいましょうということで、キーラボプロデューサーパックビットウィグでした。